こんにちは、アンナスです。紙刺繍カレンダー2023の後半の動画になります。前半を見てない方は前半の方を見ていただいてからこの動画をご覧いただくとわかりやすいと思います。後半に関しては、3月4月以外の月の、バスケットステッチの説明をします。で、バスケットステッチって言っても基本のは前半でやったんですけど、後半部分の今回の動画に関してはちょっと形がいろんな丸っぽいバスケットだったり半円だったりとかいろんなバスケットが出てくるので、その都度やり方を全部説明しています。なので分かる方はどんどんやっていただいていいんですけど、分かんない方は動画をしっかり途中で止めたり早送りしたりなんかこうしながら見ていただけると分かりやすいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、バスケットのステッチの説明をしていきたいと思います。さっきバスケットステッチっていうのを説明したんですけど、あれは基本の形ですね。さっきこっちで説明しましたね。で、これに外側をバックステッチで囲った方が3月4月のバスケットで、9月10月はもうちょっとシンプルで周りを囲ってないバージョンですね。で、最初にやるならこの2つをどちらかやっていただくと、バスケットステッチってこんな感じねっていうのが分かりやすいと思います。それでその応用編としてこの1月2月のこの半円のようなステッチ、それからこの帽子の部分は正方形ではないんですけどバスケットステッチですね。ちょっと放射状になってたりとか、このリボンの部分が入っているのでそれを避けながらステッチを入れています。あとこれが超応用編ですね。でも出来上がるととても嬉しいのでこれもぜひやりましょう。あとバスケットとはいえバスケットステッチではないんですけど、これはストレートステッチ、北欧風のバスケットですね。白樺っぽいやつで、これ先ほどやりましたね。で、この帽子が周りにバスケットステッチが入ってるんですけど、これはひたすら編んでいくだけなんでスパイダーウェブローズステッチと、同じですね。だから真ん中にスパイダーウェブローズが入っていて、でその外側も黒でスパイダーウェブローズをやって、最終的にバスケットステッチをやって上からリボンですねっていうのを、何個か説明していきます。順番に説明していきます。ではまずこの 1,2 月の半円になっているバスケットステッチの説明をします。はい、もう穴が開いてあるんですけど、これで6本取りですね。でまず最初はこの太い線のところを刺していきます。ストレートステッチです。はい、これが、説明書にも書いてあるんですけど、太い線の部分を今刺した状態です。でこの内側を編んでいくんですけど、今針が右側にいるので糸が内側から編んでいきます。この共有してるんですけど、チューリップの葉っぱの先端とここバスケットのとこつながってますけど、ここから針を出してバスケットステッチしていきます。上下上下って感じで、また上下上下、ちょっとずつ分けてやるといいですね。上下上、はい、これで内側にキュキュキュッとこうひっつめて、
でこの一番内側の点のところに刺します。でこれが最初の、最初はなんかよくわかんないですね。で次2つ目、今度は逆です。これが上になってる、今度下ですね。下上下上で上下上下でまた、上下上下、これでギューッと引き絞ると、はい、これでちょっとバスケットステッチらしくなってきました。で次の穴に刺します。でまた次隣の穴に刺して、さっきのが下にいるので今度上下上逆ですね。でまた上下上下はい、これで3つ目の穴に刺すと、はい、これで内側の編んでる部分が出来上がりです。あとは残りのストレートステッチを入れていってください。穴を共有している部分があるので戻らないように、もうちょっとぐるぐるこういう糸がこう渡るんですけども、これはしょうがないのでどんどん渡していって、残りのストレートステッチを入れていきます。ここの穴ですね。はい、こんな感じで出来上がりました。あとはここフレンチノットステッチを入れて、であとここストレート上ずっとやっていくとこんな感じになります。では次に行きます。はい、では、横向きの帽子、麦わら帽子をやっていきます。これもバスケットステッチの応用、放射状になっているので、1つの穴から2本ずつ出ているところがたまにあります。まずここから最初は一番端っこ、でまた同じ穴に入れて、次は1本だけ、でまた次は2本ずつっていう感じでずっと縦に刺していきます。
はい、では縦ができたので今度は横にしていくんですけど、ちょっとややこしいので一番下の段から編んでいきます。一番下、ここですね。これを上下上下で編んでいきます。上下上下、ちょっとやりづらいですけど、これで通せたらこの右側の穴に刺して、で次また交互にやっていきます。さっき上で終わったので今度下上下上ですね。はい、これで、ここはリボンがあるのでもうちょっとだけやって終わりです。これだけちょっとくぐらせて、でこの辺りのこの穴に入れて、もうこれで一旦終わります。でまたこの続きは新しい下から出してまたこう編んでいくんですけど、ちょっと糸が少なくなったので。で続きがこの端からですね、ここからここですね。これで、ちょっと糸が合ってしまって、ここに合わせます。ここから今出てるので、これが今上にあるから、この糸に関しては下にくぐらせないとダメなんで、ここからスタートして、下上下上でやっていきます。はい、これで下の部分ができました。でまたリボンを挟んで上の部分もやっていきます。最初は縦がやりやすいですね。編んでいくのは横にします。
次は、下上下上ですね。で最後また編んでいくんですけど、これは途中で終わらせます。下上123451234端から5個目で終わりです。12345じゃこの辺りの穴に入れて終わりです。端まで無理なんで、この端はもうさっき使ってるので無理なんで、ここ途中で端から5個目で終わらせました。こんな感じで帽子の方はこれで出来上がりです。ではこれは最後に下の部分だけ、バックステッチで埋めていくんですけど、一つ飛ばしで埋めます。なのでバックステッチまず出したら1個飛ばして3つ目の穴に入れます。でも2つ目の穴は使いません。でまた1つ飛ばして2つ先の穴に入れて戻る。こういう感じでバックステッチを入れていきます。はい、これで出来上がりです。はい、では、これができましたね。次がバスケット。一番ちょっとややこしいバスケットです。でも書いてある通りに刺せばなんとかできるので、一緒にやってみましょう。まずは放射状に全部縦線を刺していきます。で、ここも1つのところから2本とか3本とか出てるので、そのあたりちょっとこう確認しながら縦にステッチを入れていきます。途中でちょっと説明するの忘れてましたけど、ここの穴とここの穴は編む時に使うので、今間違えて刺しちゃったんですけど、編む時に使うので今は飛ばしてください。今は使わないで、とりあえずストレートステッチですね。はい。では縦線ができたので、今度は、編んでいきます。で、右からでも左からでもどっちでもいいです。解説の紙には左から右って書いて矢印が一応してあるんですけど、今ここにいるからこの近くからやり始めても大丈夫です。でもここだと戻ってしまうので、じゃあ左に行きましょう。はい、ここから
針を出して、あとは編んでいくだけです。で、編むときはもう普通に上下上下って感じで、はい、これでやっていきます。で、ここまで来たらはい入れます。まだこれだけだとなんだかよくわかんないんですけど、もう一回編んでいきます。同じ穴から出して2回、3番 ×2 って書いてあるんですけど、×2 っていうのは2回ってことですね。で、上下上下でやっていったので、今度は下上下上ですね。下上下上。はい、これでまたさっきと同じ穴に刺して、これで同じ穴から2回編んでいきましたっていうのが、3番です。2番ですね。すいません。で、3番がこの持ち手の上の部分、ここからまた編んでいきます。で、編むときは今下上下上だったんで、今度上下上下ですね。で、ここまで来たら、ここ上の持ち手の上の部分にザクッと刺します。で、これをまたもう一周やって、始めと終わりの穴が同じ2回ずつってことですね。ちょっと糸が短くなったので新しい糸を出します。はい、それで、次がこの2番3番次4番がこの穴ですね。で4番から7番まで、4567、4567のここまでが、1回ずつ編んでいくっていうことになります。でこの下の8番目、この何もストレートステッチ通ってないこの穴から、2回ずつ、この最初に編んでいた時みたいにこう2回ずつ編んでいく。1つの穴から2回、編む糸が出てるっていう状況を作っていきます。はい、ここに入れて、でまたこっちからこう逆に出すと戻るので、また左から出します。でここはもう、穴1つにつき、編むのは1回ずつなので次の穴に行きます。
はい、ここまで来たら今度次はここから2回ずつ編むっていう状況になっていきます。今2回通したので、今度は下の段に行ってまた2回ずつ通します。はい、これでバスケットが編めました。で、バスケットが編めたら外側が結構ギザギザしているので、なので、とりあえずちょっと今これ玉留めにしようか。玉留めにして、で外側をバックステッチで埋めていきます。はい、これで周りをバスケットステッチにすると、さっきこのガタついてたのが割と綺麗にこうつるっと丸くなると思うので、これを最後に入れてください。これで、バスケットが出来上がりです。アウトラインステッチを説明しようと思います。あとフレンチノートもついでに。まずアウトライン、私は普通のアウトラインとちょっと違うんで、これは一目飛ばして、なので真ん中の丸が1個空いてるんですけど、飛ばしてまず一目作ります。で一つ先から出して、でこういうカーブになっているので、糸を今まっすぐの糸なんですけど、ギュッと押して糸の下にあるこの穴に入れます。こうすると半分ずつ重なるんですね。でまた次の穴から出してギュッと糸を押して、糸の下にある
穴に入れます。これの繰り返しです。またちょっと一つ先の、なのでさっき作った穴でもう一回入れるんですけど、なので全部2回ずつ入れることになりますね。一つの穴に糸が2回ずつ通ることになります。こうすると半分ずつ重なっているので、見た感じねじれているような感じに仕上がるんですね。ということは、よくバッグとかで縄みたいな持ち手のバッグありますよね。ちょっとマリンな感じの。それをイメージしたかったので、ここはアウトラインステッチを使いました。なのでアウトラインはあんまり出てこないで、基本的にはバックステッチでやっています。今回はここだけですね。はい、これで縄みたいな感じでできたので、フレンチノットステッチをやろうと思います。まずこの結び目っぽい感じで今回使うので、ここの2つをやろうと思うんですけど、まず針を出します。で、机に紙を置いて少し上を持ちます。左利きの方はこういう感じですかね。で、空中で針に1回糸を巻きつけて同じ穴に刺します。で、これだとここがぐちゃぐちゃなので、ぎゅっと引き絞ってから、引き絞った状態を保って裏に引っ張ります。これで1つできました。で、続きでもう1回同じことですね。少し上を持って1回巻いて同じ穴に刺して引き絞る。で、この引き絞った状態を保って引っ張る。これで出来上がりです。あとは適当に裏に絡めておいてください。こんな感じです。はい、では次はこのしましまを作りたいんですね。パッと見はサテンステッチみたいに見えるんですけど、これは1つの穴から2色の糸が出てきてます。で、どういう風にやっているかというと、まずどっちの色でもいいんですけど、じゃあまず白から玉留めをします。白でストレートステッチをひたすらやっていきます。こういってぐるぐるやってもいいですし、でも私は隣の穴から出して行ったり来たりしています。まずこれをやっていきます。はい、こんな感じで、まずちょっと見づらいんですけど、白の6本取りのストレートステッチが完成しました。裏がこういう感じになってるんですけど、で次に青でこれでしましまを出していきます。またこれも玉留めをします。先ほど出したところ、玉留めと被らないように逆の位置から出していきます。
糸が端が白ですね。逆でもいいです。端を青にしたい場合は端が青の方が分かりやすいですね。まず穴から針を出します。で、さっきの白を下にしておいて、で右の穴に刺して、ちょっと玉留めを刺さないようにストレートステッチを1つ作ります。で、この時に白の上に青が重なってしまうとしましまにならないので、ちょっと調整してギュッと上に行くようにします。で、次下の段に行きます。下の段に行ったらまたこの白い糸があるんですけど、この糸の上の部分になるように青い刺繍糸をセットします。なのでこの最後まで引っ張らないで、引っ張る手前でちょっとここの上の段に行くように調整して、指でちょっとやって鳴らしていきます。ちょっとやりづらいですけど、こうするとしましまになります。で、またなんか出てますね。またこの白いストレートステッチの上になるように調整して入れていきます。なのでこんな感じで一つの穴からこう映ってないこういう重ならないで2つの糸がこうですね、横だからなんて言ったらいいのかなそういう感じに両方がちゃんと見えるようになってるとそれで OK です。だからそんなに難しくはないんですけど、刺した後に1個ずつ調整していかないといけないですね。それがポイントだと思います。こういうところがね、1本糸がピロンと出てきたりするのを針で調整してこれでやっていきます。はい、これで出来上がりです。はい、次はここのメガネの刺し方を説明します。サテンステッチみたいな感じで見えるんですけど、よく見るとランダムに埋めています。どうやって刺していくかというと、まずは周囲をバックステッチで埋めていきます。はい、こんな感じですね。で、これで置いといてもこの中では成立すると思うんですけど、サングラスみたいに塗りつぶしたいのでランダムにこうやって星形みたいに刺していきます。この穴から分かりやすくやった方がいいですね。まずこの穴から放射状に何本いけるかな。いけるところまでいきます。もう1本ぐらいいけるかな。1つの穴から1,2,3,4,5本ぐらい放射状でいけるので、あんまり端っこの方はなんかやらなくてもいいかなみたいなところはやらなくてもいいです。もう黒で塗りつぶされてるのに
全部の穴から放射状にやらなきゃいけないっていうものではないので、だいたいやっていって埋まってればもうやらなくてもいいっていう感じです。まあこれであと下の方が結構空いてるので、空いてるなと思うところはどんどん埋めていきます。1回通したところでももう1回通してもいいです。1回通したけど2回目通したら結構埋まったみたいなところもあるので、そこはあまりきっちり考えなくて、空いているところをどんどん埋めるっていう感じでいいと思います。この辺がまだちょっと空いてますね。これぐらいですかね。こんな感じで反対側ももう一個も埋めていって、あとはバックステッチをやっていきます。以上です。はい、では麦わら帽子を作っていきます。仕上がりがこういう感じです。で、麦わら帽子は真ん中がスパイダーウェブローズで、外側が放射状のバスケットステッチになります。ではスパイダーウェブローズをやっていきます。スパイダーウェブローズはここにもあるので同じですね。はい、まず5本通しました。で、中心ちょっと穴開けてもいいです。もしかしてちょっと難しそうだったら糸とかを今右から出てるんですけど、左にまたいで中心の際からちょっとこうプスッと開けてもらっていいです。でこの中心から出して右回りでも左回りでもどっちでもいいんですけど、編んでいきます。上下上下上下で編みます。で上下、そうするとまた上下、もうこれでこの線が見えなくなるまで、もう全部端までギリギリまでやっていきます。で最後に黒に糸を持ち替えて2周するので、その分だけちょっと開けておいてください。もうそれ以外はもう全部ギリギリまでやります。これぐらいでいいと思います。あとちょっとだけできそうっていうところで今止めてます。黒でやらないといけないので。はい、これで2周目いきます。外側2周やります。最後これが上に行ってるので下にくぐらせます。ってことは次が上なので下ですね。これあんまりギュッとしないで、できるだけ外側に出るように頑張って
やってください。はい、これで、ここが上だったので下ですね。ちょっとねふんわりさせてます。もう外側、一番外側なのであんまりギュウギュウやるとこの最初にやったスパイダーウェブローズの下に入り込んでしまうので、もうできるだけ外にふわふわっとやってもらって、これで一旦止めます。それで、次はこの1つの穴から2つ出てるところとかもあるんですけど、もうこの線の通りに全部縦にストレートステッチを入れていきます。はい、こんな感じでできたので、ちょっとここの黒い糸が今引っ張られてしまっているので、ちょっとこう針で修正してください。なんかそうそう、ここの放射状に刺した時にちょっと一緒に引っ張ったりとかしてしまって、さっきせっかく綺麗にできていたのにちょっと形がいびつになってたんで、その都度ちょっと直してくださいね。で、今糸が出ているところの、どこでもいいです。近くから、針を出して、でこれもどっち向きにやってもいいです。別に内側が右回りで外側が左回りでも全然問題ないです。で、上下上下で編んでいきます。これでずっと編んでいくんですけど、糸がだんだん短くなってくるんですね。で、どこのタイミングで変えればいいかっていうと、適度なところで変えるんですが、変える時に、どこでもいいんで穴開けて OK です。ブスッと適当に刺して、で裏で玉留めして、で新しい糸を出す時はまたブスって穴開けていいです。今、この辺りで終わってたんですけど、同じ穴共有してもいいし、ちょっと開けても
大丈夫ですけど、同じ穴共有しましょうか。これで出して、でまた続き、今下から出てんで上下上下って感じで糸をどんどん継いでやっていきます。多分かなり何回も継がないとこの面積埋められないので、もう途中こうやって穴をブスブス開けて大丈夫なんで、どんどん開けて埋めていきます。はい、できました。周り結構大変でしたけど。で、次がこのリボンですね。リボンはこのストレートステッチをまず入れます。リボン先にしてもどっちでもいいんですけど、ストレートステッチはこの点と点のだいたい間ぐらいのこの辺りのどこかの穴に入れてください。わかんないですね。あ、全然違うところに。はい、ここに出しました。これだけでも可愛いんですけど、ここから出してレゼーレージステッチ、同じ穴に刺して、すごいモコモコなんで大変なんですけど、リボンのサイズですね、これくるっとこう置いといて、でこの辺りもう適当でいいです。この辺りぐらいの穴から針を出して、これにくぐらせて、リボンなんで結構ふんわり残しといてください。でここの下に糸があるから、ここにちょっとペタッと貼り付くと思うんで、貼り付かせておいてください。こんな感じで。でまた中心から出して、でここの辺りからこうですね。で同じ穴に刺す。はい、これで玉留めして出来上がりです。こんな感じです。出来上がりです。では次はこのチェーンステッチをやっていきます。レゼーレージステッチの応用版みたいな感じなんですけど、ここでやっていこうと思います。まず針を出します。レゼーレージを作ります。でこの時に針を刺して、ちょっとねこの玉留め刺してしまわないように裏でこうちょっと指で支えておいて輪を作ります。で輪を作ったら次の穴から針を出してこの輪にくぐらせます。一緒ですね、レゼーレージと。でキュキュッとして、はい、これで出来上がりなんですけど、レゼーレージ同じ穴に刺すんですけど、これをまた次輪を作ります。レゼーレージは外側に刺すんですけど、輪の中に針を刺して、これ同じ穴にしてくださいね。穴をたくさんいろいろ開けすぎないでやった方がいいです。紙なので。で次の穴から針を出して、またこの輪をくぐらせる。これの繰り返し。はい、輪の中に針を刺して、これ引っ張るとどんどん戻っていってしまうので、はい、
次の穴から針を出して、このそっと保ってる輪をくぐらせてから引っ張る。はい、これで最後こう引っ張ったら、最後はレゼレージをやりますね。外側、輪の外側に針を刺して、これで留める。ちょっと整えて、はい、これで裏に絡めます。続きやると思うので、バックステッチで続きをここやっていってもらうといいかなと思うんですけど、こんな感じで、チェーンステッチができました。ここのバスケットも説明しておきます。もうただのストレートステッチばっかりなので、もうこのまま刺していくんですけど、この絵の部分ちょっと見ていただくと、まず1、2、3、4、5本、ここも入れてください。ここ点々点があるんですけど、ここ線も入ってるので5本入れます。で、横も1、2、3、4で、ここも5本入れます。そこを入れないとちょっとスカスカ感が出るので、こんな感じでこう上にちょっとかぶさっているんですけど、意外と細かいのでちょっとやってみますね。ここ5本入ってます。で、その後隣刺す時に、ここは穴を共有するので、ここですね。これで次、この糸ちょっとめくると穴が見えると思うので、めくってこの穴に刺します。めくってこの穴に刺す。めくって刺す。で、また一番下のところは、ここに縦の線の穴が存在するんですけど、とりあえず刺すっていう感じで、一部ここが共有しているんですけど、ここをちゃんと入れていただくと、こういう目の詰まったバスケットみたいな感じになるので、これで進めていきます。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。